タイトスカートみたいな。なんか結構セクシーな。そうです。動画見てたらコメントちょうだい。喧嘩だな。僕らが7人で相手14人ぐらいで。Hey guys and gals, it's Cathy Cat. Many Japanese people that we talk with sometimes say, I don't have any foreign friends. I don't know any foreigners. So this time I'm gonna go dig a little bit deeper and ask Japanese people what kind of interaction with foreigners they have. So let's go and find out what kind of interactions most Japanese people would think of first when I ask them if they've met any foreigners. Let's go and ask Japanese. 文化交流。スリランカの人。私たちが遊びに行こうってなった時に最寄りの駅でスリランカ人3人組の方に浅草への行き方を聞かれて、一緒に新宿あたりまでついて行って、その後の路線も教えてっていうのはありました。あとみんなで写真撮って。で、こっちは男の子が2人と女の子3人の5人組でその時にいて、であっちがもう全然年上の女性3人英語で話しかけられてちょっとやばいなと思ったんですけど、まあ全然ジェスチャーとか入れてたら楽しくいけて、あっちからもなんかいろいろ聞かれてね、何時間もかけてここまで来たんだよみたいな話もして、あと何年生みたいな話もして、でこっちが意外と照れ屋というかあんまりなんかそうシャイだから全然喋れなかったんですけど、やっぱりなんか外人の方はすごいグイグイ来るなっていうイメージを持ったよね、こちらとしてはあんまり喋りにくくてすごい気まずいかななんて思ったんですけど、話しかけてくれるのはありがたいです。ありがたいよね。ここから声かけた方が楽ですかね。そうですね、なんか心も開きやすくなるしすごい楽しかったですね。なんだかんだでその写真も一緒に撮ったきっかけとかなんかあったんですかね。いや、あっちからもうなんか写真撮ろうよみたいな感じで最後に言ってくれたんで、まあ、駅内だったから別にそういうなんか、ね、観光地とかではなかったんですけど、まあ多分日本人と喋った思い出みたいな感じであっちも撮ってほしくて、でこっちも撮ったみたいな感じですかね。どういう感じ、一緒に乗りますよってみたいなになったんですか。なんか最初にチケットどうやって買うんですかって言われて、でこうだよって言ったら、なんかそれがたまたま新宿までだったんで、でしかもその乗り換えが大変なのも私たち知ってたんで、だったら新宿まで行くから一緒に行こうよみたいな、ついてきてよみたいな感じで連れてきましたね。多分私も一人だったら言えないんですけど、こっちも大人数だったんでそうなんか楽しくみたいな感じで行きました。結構大きなグループのバチャバチャみたいなイメージがあるんですけど。そうですね、8人だもんね。そうだね、大移動日本人って割ともうスタスタ歩いてか、私たちが急いでたっていうのもあるんですけど、スタスタ歩いちゃって、で結構ね自分勝手ではないんですけど、なんか多分いろいろ見たくて、お花屋さんとかね、お花屋さんで写真撮ったりとかしてたんで、に2人ぐらいがその後ろからねそのついて方たて、ちと一緒にいて、なんか外れちゃわないようにねちょっと大変。早かったからね。初めての日本観光でいろいろ見たかったっていうのはあると思うんですけど、なんかすごい日本人はこうそうこっちがなんか日本人はすごい急いでるのかなみたいな感じをちょっと感じましたけど、いいのかなとか思ってたけど、割とゆっくりだったみたいな特になんか電車の時間とかもあんまり気にしてる様子がなくって、多分ホテルの時間とかもあんまね多分気にしてない様子だったんで、そういう面では意外と多分日本人って海外行ったりしたら時間とか気にすると思うんですよ結構。でもあんまりそういうのがなかったから、なんか意外と海外の人は日本に観光に来る時もなんかマイペースで、まあ、その場しのぎの感じでなんかやってんのかなっていうのはねちょっと感じましたけど、はい、しっかりあっちもお礼も言ってもらったし、記念撮影もね写真もらえなくてちょっと連絡先交換すればよかったって思ったんですけど、楽しかったんでいい思い出って感じですね。動画見てたらコメントちょうだい。そうだね、もしあれだったらインスタにアスクジャパニーズハッシュタグつけてポストしてね。よろしくお願いします。彼氏はドイツにいますワーキングホリデーとか何のきっかけでドイツに行くことになったんですか。ワーキングホリデーとかではなくって、なんかサッカーでドイツにって感じです。結構すごいじゃないですか。チームにも入ってるんですか。みたいですね。お金もらってもらってますね。SV Rott 1927 Landesliga Staffel 2すげえ。いや、なんか大学4年で最後サッカー引退して、
その後就職するか日本のサッカーのチームに所属するかって迷った時に、なんか日本だと3つ、J3 ってあると思うんですけど、 J3 とかだと1年目はサッカーしててもお金がもらえないからだったらドイツでサッカーしてた方が少しはもらえるからっていうので行ったらしいです。彼がドイツに行くって言った時には話された時でどう思ったんですか？でもなんか遠距離になっちゃうなっていう、寂しさはあったんですけど、でもなんか自分の夢を追ってるっていうので叶えようとしてるのはすごい嬉しかったです。どうやって連絡今取ってるんですか？ LINE ですね。そこでなんか例えばドイツの話とか、こういうドイツでおかしいよとか、なんかドイツの面白いところ教えてください。でも言葉覚えましたよ私。 LINE 電話してる中でハローアスクっていう言葉、ドイツ語ですよね。違うかな。ハローアスクってアスクなんか元気みたいな感じの。Alles klar? Alles Gute? Alles klar? 元気みたいな意味合いなんで、違うかな。その方言かな。ドイツだとビルの階を数えるのが日本だと1階2階3階だと思うんですけど、ドイツだと0階1階2階ってなるっていうのは聞いて、だからなんかそれを0階っていうのが存在するんだなっていうのは思いました。仕事の時とかこの前ドイツ人の方がちょうど来てくださったので、トイレ2階にありますってご案内する時に1階にありますとかって言って、ちょっとこうドイツだからねドイツちゃんと合わせてくれたんですね。韓国に行きました。きっかけは学校のなんだっけ、姉妹校訪問みたいなやつで。姉妹校姉妹校シスタースクール。島の学校。姉妹学校。そう姉妹校ではなく、姉妹校ではない。なんかこの文化が違うんだなとか、韓国っぽいものをやりましたか？トイレのトイレットペーパーが流せないとか。台湾と同じだ。そうなんじゃん。学校のなんか面白い違いとかなんか見つけましたか？タイトスカートみたいなやつでした、韓国は。なんか結構セクシーな。そうです。しばらくお待ちください。バイト先で結構外国人の方とか来るんですけど、足りない英語力なりに接客したりしてますよね。何のバイトなんですか？飲食店ですね。よくその海外の方が質問することとか困ることはよくなんですか？そうですね、お会計を別々にしたいとかそういうのがあるんですけど、そういう時にどう対応していいのか分かんなくなっちゃうっていうのがありますね。難しいんですか？お見せれば。そうですね、普段では個別やってなくて、でも外国の方って何を注文したのか、それがいくらなのかとか聞かれるので、それを英語で対応するのが難しいですね。それでどうやって解決するんですか？もうその時は全部注文されたものを英語で書き出して、でこれはいくらですっつってやる感じですね。結構しんどいじゃないですか。大変ですね。混み合ってる時はもうそれで全部時間使われちゃうって感じになっちゃいますね。喧嘩だな。喧嘩は何ですか？喧嘩はちょっと僕がクラブで働いてて、でセキュリティやってて、ちょっと海外の方が暴れちゃって、お店に一回外出ようって言って落ち着いたかなと思ったら、また外で暴れ出して、僕らが7人で相手14人ぐらいで。何人だったんですか？多分アジア系かなっていう。原因と問題は何ででしょう？多分身内揉めから発展した感じですかね。なんかやっぱクラブってほら女の子と遊んだりみたいなのあるじゃないですか。で多分身内で女の子取り合って、で身内でさらにそれが揉め事が発展してって喧嘩したみたいな。店と揉めたじゃなくて、そこで喧嘩してたってこと？身内で喧嘩してて、で僕らが止めたから多分僕らにも火が飛んできたみたいな感じですかね。どうやって解決したんですか？制圧しました。お姉ちゃんちょっとダメだよみたいな。おとなしくなってくれましたね。大人の対応で。大人の対応で。向こうお酒入っちゃってるんで、やっぱ結構酔っ払っちゃうと分かんなくなっちゃう。で一回外出したら、外の風浴びて、ちょっと悪かったんだな俺みたいな感じでおとなしくなってくれましたね。なんか危ない話ですね。危ないですね。
Many Japanese people don't have that many chances to meet up with foreigners, but that might change in the future. There's loads of changes happening right now in Japan. Also, please let me know if you have any chances of an intercultural exchange, maybe at your school, maybe at your work. Let us know in the comments down below. Also, if you're new, don't forget to subscribe because that fish here will be very happy. And if you've been here already, don't forget to give us a like. So we can keep making these videos. Thank you so much for checking in, and I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye!